はいどうも、こんにちは、こんばんは、しぺです。今回は BenQ スクリーンバーの性能レビューと使い方について解説します。これから PC で録画や配信をしたいから PC デスク用にライトが欲しいと考えている人もいると思いますが、 Amazon や楽天で卓上ライトと検索して製品を調べていませんか？ここではっきりと言いたいと思いますが、 PC 作業で卓上ライトを使うのはもう古いです。今すぐに調べるのをやめてください。ちなみに自分は1日8時間以上は PC の前で作業することが多いんですが、今まで使用していた卓上ライトが古くなってきたこともあって、少し前に新しい卓上ライトを探していたんですよね。ただそんな時に BenQ のスクリーンバーというモニターライトを見つけてしまって、その性能を見た時にめちゃくちゃ欲しいと思ってしまったので、実際に購入して使用してみました。するとこれは卓上ライトよりもはるかにおすすめできる性能をしていたので、今回は BenQ スクリーンバーの詳細なレビューや実際の使い方を紹介していこうと思います。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。それではまず最初に BenQ スクリーンバーの開封を行っていこうと思います。実際の製品はこのような外箱に入っていますが、実際に中の箱を取り出してこのように蓋を開けてみると、こんな感じで製品が入っています。まず上にあった紙などを確認してみると、製品保証書や設置する時の注意点が書かれた紙となっていました。ただ製品保証書以外は日本語に対応していなかったので、内容を理解するのが難しかったですし、組み立て方法や設置方法に関しても詳しい説明がなかったので、この点は少し残念でしたね。ちなみに実際の製品の各パーツを確認していきますが、ライト本体、クリップ、約 1.5 メートルの USB ケーブル、これらのものが入っています。ちなみにライト本体を確認してみると、タッチ式でライトをオンオフできるようになっていますし、 LED が使用されていることもあって、明るさや色温度も調整できるようになっています。より詳しい解説は使い方のところで詳しく解説するのでチェックしてみてください。それでは実際の設置方法を解説していきますが、ライト本体の真ん中あたりに USB Type-C で接続できる端子がありますが、この部分がクリップに開いている穴から出るように取り付ける必要があります。なので最初に USB Type-C の接続端子を上向きにしたら、クリップの丸い部分にカポッとはめ込み、ライト本体を回転させて、クリップに開いている穴から USB Type-C の接続端子が見えるように取り付けてください。ちなみにタッチ操作できる部分が上になるように取り付けましょう。次に付属で USB ケーブルがあるので、 Type-C の方をライト本体に接続してください。次にクリップを開いたら、モニターの上にライトを取り付けます。この時の注意点として、モニター上面としっかり密着できていないと固定することができず、グラグラとした不安定な取り付けとなってしまうので、しっかり密着させて固定するようにしてください。ちなみに縁がないような薄いモニターや湾曲しているモニターを使用している場合は、うまく設置できない場合もあります。まっすぐで厚さ1センチから3センチ程度あるモニターで使用することが推奨されているので注意してください。あとは USB ケーブルのタイプ A を PC やモニター、電源タップにある USB 端子に接続すれば設置完了です。 USB ケーブルの長さとしては約 1.5 メートルあるので、よっぽど長さが足りないということはないと思います。ちなみに口コミ情報を確認すると、 USB ハブに接続するとうまく動作しないという情報があったので注意してください。スクリーンバーの設置ができたら実際の使い方を解説していきますが、ライト本体を確認してみると、電源ボタン、自動モードボタン、色温度調整ボタン、明るさ調整ボタンというようなタッチ式の4つのボタンが搭載されています。まずは一番右にある電源ボタンから解説しますが、これをタッチすることでライトをオンオフすることが可能です。次に自動モードボタンについてですが、白い丸のようなところが光センサーとなっており、この部分で部屋の明るさを感知して自動で明るさを調整してくれるようになっています。実際に電源ボタンの横にある自動モードボタンをタッチすると、このように光センサーが部屋の状況を感知して明るさを自動で調整してくれます。例えば昼間の明るい時間帯から夜の暗い時間帯にかけて長時間パソコンを使用する時もあるかと思いますが、そんな時でもワンタッチするだけで部屋の状況に合わせて光り方を調整してくれるので非常に便利です。ちなみに手動で好きな明るさに調整することもできるようになっており、ライト本体の一番左にある明るさ調整ボタンをタッチすることで、このように LED の明るさを14段階で変更することが可能です。ただタッチするたびに明るくなったり暗くなったりを繰り返すようになっているので、個人的には少し調整しにくいなと思ってしまいました。
自分は自動モードボタンを使用することが多いのであまり影響はないのですが、手動で調整したい人もいると思うので、明るさを上げるボタンと下げるボタンというように分けてもよかったのかなと思っています。ちなみにその隣にある色温度調整ボタンでは色の温かさを調整できるようになっており、このように青白いような冷たい色や赤や黄色っぽい温かい色というように全部で8種類の色温度に調整することが可能です。ただこちらもタッチするたびに色温度が変化するようになっていたので、色温度を冷たくするボタンと温かくするボタンというように分けてもよかったのかなと思っています。ちなみに色温度が冷たいライトだと集中力を向上させて作業を効率化できると言われていますし、色温度が暖かいライトだとリラックス効果があるので好きなように調整して使用してみてください。ここまでスクリーンバーの使い方を解説しましたが、実際に使ってみて感じたことをレビューしていくと、モニターや手元が格段に見やすい、思ったよりも横幅が短くてコンパクト、リモコンなしで場所を取らずコスパがいいという3つの点について特にいいなと感じたので、それぞれ解説していきます。まず1つ目のモニターや手元が見やすいということですが、 Amazon の製品ページ内でも解説されているように光が目に入らないような光学設計がされています。自分はこれまで部屋のライトだったり卓上ライトを使用しながら PC 作業を行っていたのですが、モニターの画面に光が反射してしまって画面が見にくかったり、卓上ライトの光がちらついて見にくいということがあったんですよね。さらにこの光の映り込みは目の疲労にもつながってくるので、長時間 PC で作業する自分にとっては目が疲れてしまう原因の一つにもなっていました。ただこのスクリーンバーの場合はモニターの上から手元を照らすような設計になっているので、モニターの画面に光が映り込むことがないですし、スクリーンバーからの光も目に入ってこないようになっています。この光学設計のおかげもあって、以前までのようなモニターの見にくさがなくなりましたし、目が疲れにくくなったなとかなり実感しています。さらに卓上ライトの場合はモニターの横に置いて使用することになるので、デスク上の場所を取ってしまったり、光の当たり方も机の左右で差があったのですが、スクリーンバーの場合はモニターの上に設置するので場所を取らないですし、手元全体を均等に照らしてくれるので、以前と比べると格段に作業がやりやすくなったと実感しています。続いて2つ目の思ったよりも横幅が短くてコンパクトということですが、スクリーンバーの横幅を計測してみると45センチとなっており、27インチのモニターの上に設置して使用しましたが、横幅にかなり余裕がありました。ちなみに45センチの横幅はだいたい20インチのモニターと同じくらいの横幅になりますが、これよりも小さいモニターで使用するとスクリーンバーがモニターよりもはみ出してしまうので注意してください。ただ24インチから27インチくらいのモニターを使用している人がほとんどだと思うので、この点はあまり問題ないという人が多いかと思います。しかし設置方法を解説していたところでも言いましたが、縁がないような薄いモニターや湾曲しているモニターを使用している場合はうまく設置できない場合があります。あとウェブ会議だったり顔出しで動画撮影や配信をしている場合はウェブカメラを使っている人もいると思いますが、ウェブカメラをモニターの上に設置して使用していた場合はスクリーンバーが邪魔で取り付けることができなくなってしまうので、この点にも注意しましょう。最後に3つ目のリモコンなしで場所を取らずコスパがいいということですが、実はスクリーンバーには3種類もの製品が展開されており、今回紹介している本体タッチ式のスクリーンバーと有線リモコン付きのスクリーンバープラス、無線リモコン付きのスクリーンバーハローが販売されています。自分はデスク周りに物を増やしたくないと思っていたので、リモコンがない通常のスクリーンバーを購入したのですが、個人的にはこれが大正解でしたね。ぶっちゃけライトの明るさなんてそんな頻繁に変更しないので、リモコンを使うことは少ないだろうと思っていましたし、実際にライトの調整をしたいと思ってもモニター上に手を伸ばせば簡単にタッチで変更できるので、それほど苦痛ではありません。リモコン付きのスクリーンバープラスやスクリーンバーハロはライト本体にタッチ式の設定ボタンがないのでスタイリッシュではあるんですが、リモコン付きの影響なのか比較すると値段が結構高くなっているので、逆にコスパが悪くなっている気がします。個人的には今回紹介している本体タッチ式のスクリーンバーが一番コスパがいいと思っているので、興味がある人は説明欄の製品リンクからチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PC 作業時に役に立つ機材の情報や録画や配信に使用するソフトの使い方、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそわかる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。
ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。